なめてるんですよあいつら。なんかもう売り上げ上がっちゃうし、配信の方がなんかこういいみたいになってるかもしれないですけど。兄さん3万円。しゅんさんはどれぐらい来てるんですか？まあ彼はもう自由出勤みたいなノリです。1週間にまあ3回とか。まあ、普通にサボってるっていうか、あいつらからさ仕事してるじゃんって感じだと思うね。でも俺らって別に紐でもねえしニートでもねえわけだからさ。売れっ子たちがこぞって巣ごもり状態。尻拭いをする側の不満も爆発寸前。ザ・ローランドショー開幕。今や一月の売り上げはなんと億超え。ローランドのホストクラブザクラブ。この日店のナンバーワン有志のもとにあるお客さんが。遠くからありがとうございます。カリフォルニアから、カリフォルニア、アメリカから。そう、実はカリフォルニアから。そうです。カリフォルそうですね、アメリカから。アメリカから。アメリカから僕のことを SNS で知ってくれて、でそこから来て応援してくれてるって感じです。今日何回目なんですか？じゃあ何回か来てるんですか？今日で3回目ですね。3回目。はい。融資を求めて9000キロ。インターネットでたまたま見つけた大磯港で働く彼の動画を見て虜になったんだそう。結構多いんですよね今。この前メキシコからとか、メキシコ？あとブラジルからも来てくれたりとか、あとシンガポール、ドバイとか、結構海外のお客様多いんですよね今。あれは YouTube 効果なんですか？そうですね、やっぱ YouTube の効果結構でかいです。もはや世界的インフルエンサー。彼女が日本にいるのは2日間のみ。融資にフルベットし、明日も来店予定。そして今日と明日一回三々いける。2日間の三々とは。今日ね、これ300だわ。合わせで。ブラック3発。ブラック3発で後で合わせるわ。とりあえずブラック3発いこう。とりあえずビールくらいのテンションで300万円のオーダー。ありがとう、いつも。最高。まだ日の浅いお客さんでもこの調子。絶賛確変中の融資。他のテーブルではいくら良かったの？生々しい。涼しげな顔で受け取った大金はシャンパンコール一発で消えていく。融資は以前とは確実に変わっていた。心なしか恐れ多い存在に見えた。少額ですいませんですが今月の融資さんのナンバーワンです。よいしょ。よいしょ。さすが姫様言うことか。一方その頃ローランドはアメリカから来た融資の太客をヘルプ。時差ボケ大丈夫？あさって帰るってこと？時差ボケになる前に帰る。そうだよね。そうだよね。アメリカに来たら時間がもう桜時間に体がなくて。あ、桜仕様なんだ。イギリスじゃなくてじゃあザクラブがやっぱ世界の標準時間だ。営業終わりぐらいじゃないと、東浜に8時間に来て。あ、なるほどね。
ビッグベン超えたグリニッジ天文台超えた標準時間だ。このお客さんにとってはお金より融資との1分1秒が愛おしい。そして至福の時、そう融資のシャンパンコール。これを生で聞くためにはるばる日本にやってきたという。年間ナンバーワンはイエスくです。ありがとう、いつも応援してます。ありがとうございます。ありがとう。よいしょ。感極まってしまうお客さん。融資のシャンパンコールに300万円。もはや有名ミュージシャンよりも高いギャラ。これが世界に誇るシャンパンコール。シャンパンコールうんどこにもない、世界にどこにもない、歌舞伎町にしかない。こんなに感動するものはないですよ。よかっローランドもやってください。これからもちょっとずっと融資を応援してくれたら嬉しいなと思います。I can't explain how much I love it. Oh my god. That's it! Thank you! その後他のテーブルでも高額オーダーが続き大盛況の店内。イケメンに金落としてくれてありがとう。まあね、ちょっと全然足りないけど、まあ今日はね、これをまあよしにしようかな。全員ひねり潰して次のザ・クラブの次世代ナンバーになるんで、てっぺんの景色低いね、しっかり見せるんで、これからもよろしくお願いします。よっしゃー。この状況にご機嫌の社長だったが、経営者としてふとお店を見渡すとローランドはある違和感に気づいた。それはそもそも論の話だった。なんか最近暇じゃん。そうなんですよ。どうした？なんか休みが多い。出勤16人。体調ぐらい多い。休みが多い。休み多いか。なんだ、体調管理や。そもそもお前らキルスイッチオン。怒りの矛先はなぜか元気な融資へ。さすがに病欠がマジで多すぎるっていうのは体調管理がマジでできてねえから。昨日出勤16人でしょ。で半数が風邪ひいてるってことでしょ。で店のカラー作るのがナンバーワンが店のカラー作るわけだからってなった時に、やっぱナンバーワンが16人も休ましてダメだよね。16人も休ましてダメだよね。配信やってそこでお客様つかめるから、店出勤するよりも配信した方がいいんじゃねえかみたいなさ、変な感じになっちゃってるから、なんていうのかな、こういう事態が俺も経験したことねえか分かんないけど、まあ、普通にサボってるっていうか、あいつらからしたら仕事してるじゃんっていう感じだと思うね。でも俺らって別に紐でもねえしニートでもねえわけだからさ、会社にこう出社して仕事を労働としてするっていう感覚がまずあいつらねえから。だから遅刻何回今月1回、まあもうしっかり出勤するのはもちろんだけど遅刻もせずにナンバーワンがやってんだから、俺らもやんなきゃいけないなってならなきゃいけないし、そういう空気を作らなきゃいけないから、やっぱあんまりにも多すぎる。自分が責任者になる時のこと考えて店取られたらきついぞ結構。 OK、 そこだけね。出勤して結果も出してなぜ怒られるのか。後輩たちに背中を見せろと言われてさっきも見せた。
ローランドに本来怒られるべきは今日来てないこの2人。ホストなんてみんな客のこと嫌いっすよ。そんな金使ってなんもっすよ。稼ぎに来てますから、歌舞伎町に。炎上上等、最近までナンバーワンを連覇していた椿と、ローランド現役時代の売上記録を初めて更新し、昨年のグループナンバーワンになったシュン。シュンさんはどれくらい来てるんですか？まあ彼はもう自由出勤みたいなノリです。1週間にまあ3回とか4回とか3、4回は来るの？平均であ、平均でそんぐらいです。ローランドの怒りはまだ止まらない。あいつ舐めてるんですよ、あいつら。なんかもう売り上げ上がっちゃうし、配信の方がなんかこういいみたいになってるかもしれないですけど、結局、まあ、俺の持論なんですけどね、これなんか UFO キャッチャーのぬいぐるみとかと一緒で、ぬいぐるみに価値があるのは中にいるからなんですよ。で俺らが価値あるのってホストクラブの中にいるからで、結局取り出し口に落ちたぬいぐるみに価値なんかないじゃないですか。そういうことなんですよね。それ気づいてないんですよ。最初はやっぱ店に出なくてもまあうまく回るとかもしれないですけど、長期的に見たらUFO キャッチャーの中に入ってないホストなんて価値がない。正直お店側からしてたら、たまに出勤してる時にポンと売った方がお店的にはなんか良くないですか？費用対効果良くないですか？で俺金稼ぎたいって言われもすげえホストクラブ作りてえだけだから、伝説作りてえなっていうのがやっぱロマンチストなんでってなるとやっぱこれは寂しい。椿さんとか今月何回ぐらい来てるんですか？椿は真面目です。松本さん真面目ですか？真面目です。あ、なるほどね。普通にめちゃくちゃ来ます。あ、たまたま今日有給で休んでる。あ、そうなんですね。椿に関しては真面目です。休み多いか。なんだ体調管理や。ローランドが怒っている椿に関してはこの日たまたま来ていなかっただけだという。もしかしてローランドはなんか勘違いしてないか？あいつ舐めてるんですよ、あいつら。もう一度巻き戻して検証してみると、なんか最近暇じゃん。そうなんですよ。どうした？なんか休みが多い。出勤16時。体調不良多い。休みが多い。休み多いか。なんだ体調管理や。なんだ体調管理や。これだ。そう、売れっ子の2人はただ休んでいただけなのに、なんとなくふわっと体調管理不足くくりにされてしまっていた。要するにローランドはこの日ただ椿と俊に会いたかっただけなのかもしれない。伝説作りてえなっていうのがやっぱロマンチストなんでってなるとやっぱこれは寂しい。